誰かに話すことが難しい。トーラ君の思い。もしかしたら、それが曲作りに関係しているかもしれないな。振り返るんだ。これまでの日々を。この曲を作り上げるためにも。3歳の時、初めてピアノに触れた。記憶はおぼろげだ。けれど、あの時の音は覚えている。俺が鍵盤を押すと、ただ平坦な音がした。けれど父さんが一つ優しく押すと、生涯忘れられないような美しい音がした。静かに輝く木漏れ日のような、穏やかに吹く風のような。あの時はどうしてなのか不思議に思ったものだ。同じものに触れているのに、なぜこんなにも違う音がするのだろうと、とても不思議で、この楽器にもっと触れてみたいと思ったんだ。そしていつか父さんのように美しい音を弾いてみようと。それが俺と音楽との出会いだった。そしてこの日から苦難の日々も始まった。違う。もう一度だ。できるまで寝られると思うな。父さんは本当に厳しい人だった。兄さんたちの練習風景も覗き見していたから分かってはいたことだったが、父さんの厳しさは想像以上だった。ピアノの前に立つと、今もあの時の緊張感が蘇ってくる。けれど、どうや。今日の演奏は悪くなかった。しかしこの程度で満足するな。音楽とはお前が思う以上に深く広く、果てなどない。だがお前ならいつかはその真髄がわかるかもしれんな。嬉しかった。父さんに初めて悪くないと言われて、お前ならいずれはわかるかもしれないと言われて、だから俺はその期待に応えたかった。本当に応えたかったんだ。けれどそう思えば思うほど指は重くなっていった。終わりの見えない練習の日々、強いプレッシャーに押しつぶされそうになるコンクール。そしてついに限界が来た。もうできないだと？何をバカなことを言っている。無理です。俺はもうこの生活に耐えきれません。毎日毎日何もかもを手放して同じ部屋でひたすら弾き続けて、父さんが期待してくれていることは分かっています。期待してくれているからこそ高い要求をしていることも。ですが俺はもう。その程度かお前は。え？そんなくだらない理由でお前は全てを投げ出すのか。父さんに俺の何が分かるって言うんだ。俺は俺の人生を生きたいだけだ。普通の人たちと同じようにまだ触れたことのない多くのことを経験したい。ただそれだけなのに縛られて生きるのはもう嫌なんだ。
東也。俺は、逃げた。父さんたちの期待を裏切って、逃げたんだ。逃げたと思う必要はないと、そう言ってもらったこともある。クラシックのことも今はもう、肯定的に思えると思っていた。だが、あの時の痛みは今も確かに、俺の胸に残って。そのせいなのか。この負い目があるから、俺は、叶わないと、思ってしまっているのか。大切なものを捨てて、逃げて、諦めてしまった自分では、ケンさんたちの覚悟に、かなわないと、そう、無意識に思ってしまっている。そう考えると、父さんの言葉の意味も、わかる。お前の曲からは誇りを感じない。当然だ。俺は、俺自身を逃げた人間だと思っている。誇ることができていない。いい曲になど、なるはずがない。ケンさんたちのように、覚悟を持って曲を作ることができないのだから。いや、だがそれでも、俺は、作らなければならないんだ。みんなと、ラッドウィーケンドを超えるために。けれど、どうすればいい？過去を変えることはできない。ならばどうあがいても、俺の中からこの負い目がなくなることはない。負い目が消えない限り、俺は、どうして俺は、あの日、逃げてしまったんだ！俺は！どうした？大声を上げて。入るぞ。